こんにちは。今日のテーマは、日本の食卓には欠かせない、ユニークな食べ物、納豆です。今や世界が注目するスーパーフードですけど、その本当の力と、実はあまり知られていない注意点について、その正体にね、ぐっと迫っていこうと思います。いやー、きっと驚くべき発見がありますよ。ちょっと想像してみてください。もし私たちの健康のまさに根幹ともいえる心臓と骨をたった一つの食品でしかも同時にケアできるとしたら、そんな夢みたいな話信じられますか？実はその可能性を秘めた食品がすごく身近にあるんです。その答えが、納豆なんですね。日本では昔から朝ごはんの定番で、世界でもトップクラスの長寿を支える食文化の一つなんて言われてますよね。でもそれって単なるイメージとか昔からの言い伝えだけじゃない、ちゃんと科学的な裏付けがあるんですね。納豆の正体、それは発酵した大豆です。でもね、ただの大豆製品とはもう全くの別物なんです。鍵を握るのは何といっても納豆菌による発酵の力。このプロセスで元の大豆にはほとんど含まれていなかったとんでもない健康成分が文字通り爆発的に生み出されるわけです。では早速、納豆が持つとんでもないパワーの一つ目を見ていきましょう。それは私たちの生命線である心臓、つまり循環器系を守る働きです。ここで主役になるのが納豆キナーゼっていう特別な酵素なんですね。ここで皆さんにちょっとドキッとする質問です。心筋梗塞とか脳梗塞といった本当に命に関わる病気には、一日の中で特に起こりやすい間の時間帯があるってことご存知でしたか？実はですね、その答えは私たちの体内時計に隠されているんです。この図を見ていただきたいんですけど、明け方の4時から6時半頃、私たちの体は PI1 っていう血液を固まりやすくする物質を一番たくさん作り出すんです。つまり、私たちがぐっすり眠っている間に、血液がいわば一番ドロドロになって固まりやすくなっちゃう。そんな危ない時間帯なんですね。じゃあどうすればこの危険な時間帯を乗り切れるんでしょうか？答えはね、驚くほどシンプル。夕食に納豆を食べる。これだけなんです。これは時間栄養学っていう考え方に基づいたすごく賢い戦略でして、夜に食べることで納豆の有効成分がちょうど明け方の危ない時間帯に血の中で大活躍してくれるっていうわけなんですよ。その立役者こそがこの納豆キナーゼ。納豆のあのネバネバの中から発見されたまさに血栓を溶かすプロ。すごいのは血栓そのものをダイレクトに溶かすだけじゃないんです。私たちの体がもともと持っている血栓を溶かすシステムを応援して、さらに血栓ができにくい血液環境まで整えてくれる。まさに一石二鳥、いや三鳥とも言える働きで心臓と血管を守ってくれるんですね。さて、心臓の話の次は、もう一つの大事な柱、骨の健康についてです。ここで鍵となるのが、ビタミン K2。もしかしたら、それ何って思う方もいるかもしれませんね。これがまたすごいんですよ。骨にはカルシウムって、これはもう皆さんご存知の常識ですよね。でもちょっと待ってください。いくらカルシウムを取っても、それが骨にしっかりくっついてくれなきゃ意味がないじゃないですか。実はそのカルシウムを骨にがっちり固定するための接着剤みたいな役割を果たす大事なものがあるんです。それこそがこのビタミン K2 なんです。ビタミン K2 は骨の中にあるオステオカルシンっていうタンパク質を活性化させて、血液中のカルシウムをがっちりと骨に固定する働きをします。まさに骨の接着剤。そして驚くべきことに、このビタミン K2 が世界中の食品の中でもう桁違いにダントツで多く含まれているのが、何を隠そう、この納豆なんですよ。これめちゃくちゃ面白いデータがあるんですよ。日本国内の調査を見ると、納豆をあまり食べない西日本では股関節の骨折率が高くて、逆によく食べる東日本では明らかに低いっていう、すごく綺麗な相関関係が見られるんです。これは日本の骨折パラドックスなんて呼ばれてて、納豆を食べる習慣が骨の強さに直接影響している可能性を強く示してるんですね。
そして、これ実際の研究でもちゃんと証明されてるんです。特に骨が脆くなりやすい閉経後の女性を対象にした研究では、納豆を食べる習慣がある人は骨折のリスクが明らかに低いことが分かっています。ここで大事なのは、同じ大豆からできてる豆腐とかじゃこの効果は見られなかったってこと。これこそ納豆に含まれる圧倒的なビタミン K2 の量のおかげだと考えられているんです。ここまで納豆の素晴らしい効果を見てきましたけど、これほどパワフルな食品だからこそ、絶対に知っておかなければならない取扱説明書があります。ここからは安全に納豆の恩恵を受けるためのものすごく重要なポイントです。絶対に聞き逃さないでくださいね。まず、これが一番大事なこと、絶対に覚えておいてください。もしあなたが血液をサラサラにするお薬、ワーファリンを飲んでいるなら、絶対に納豆を食べてはいけません。スライドにあるように、この2つは真逆の働きをするんです。ワーファリンが血液を固めるのをブロックするのに対して、納豆のビタミン K2 は、その働きを超強力に促進しちゃう。せっかく飲んでる薬の効果が全部パーになっちゃうどころか、逆に命の危険があるんです。これはもう絶対的なルールとして覚えておいてください。次に、これはかなり珍しいケースなんですけど、知っておくべきアレルギーの話です。サーファーアレルギーなんて呼ばれたりもします。なんだか奇妙な3ステップを踏むんですね。まず、海でクラゲに何回も刺されることで、体がクラゲの毒の成分に敏感になる。実はこの成分、納豆のネバネバ成分と構造がそっくりなんです。で、その後に納豆を食べると、体がそれを敵だと勘違いして、数時間後に激しいアレルギー反応を起こしてしまうことがあるというわけです。さて、もう一つ、よくある誤解を解いておきましょう。痛風の人はプリン体が多い納豆を食べちゃダメなんでしょっていう質問、よく聞かれます。この通説、果たして本当なんでしょうか？実際のデータを見てみると、納豆1パックに含まれるプリン体の量って、痛風の食事療法で推奨される1日の上限量のたったの 15% くらいなんです。つまり、よほどの量を食べない限り、具体的には1日1泊程度であれば過度に心配する必要はないですよというのが今の科学的な見解なんですよ。さて、お待たせしました。納豆のメリットとリスクを理解したところで、最後にこのスーパーフードの効果を最大限に引き出すための具体的なアクションプランをご紹介します。これであなたも納豆マスターです。ここ、今日のハイライトかもしれません。実は目的によって食べ方を変えるべきなんです。まず、心臓の健康、つまり納豆キナーゼの効果を最大限に得たいなら、冷たいまま食べるのが鉄則。この酵素は熱にすごく弱くて、70度以上で働きを失っちゃうんです。だから、熱々のご飯にかけるのも実はちょっともったいない。一方、骨を強くするビタミン K2 が目的なら、こちらは熱にめちゃくちゃ強いので、炒め物とか納豆汁みたいに加熱調理しても効果は全く落ちません。ご安心ください。はい、では今日のポイントをギュッとまとめてみましょう。まず、納豆は心臓と骨の強力な味方です。そして、心臓のためには夜に食べるのが効果的。最も重要なのは、ワーファリンとの併用は絶対禁止。稀なアレルギーのリスクも頭の片隅に置きつつ、目的によって冷たいままか加熱するかを賢く選ぶ。これが大事ですね。さあ、これであなたは納豆の取扱説明書を完全にマスターしました。その素晴らしい力と注意すべき点を正しく理解した上で、この日本の伝統的なスーパーフードをあなたの健康戦略にどう取り入れていきますか？今日の話がそのためのヒントになればすごく嬉しいです。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。